皆さんこんにちは。こんにちは。僕たちは DIY したハイエースで日本一周している夫婦です。今富山県です。富山と言ったらこれっていうものを食べに行きたいと思っております。はい、ぜひ最後まで見ていただき、そして気になるお店があったらぜひ足を運んでいただきたいお店ばかりなので、ぜひチェックお願いします。それでは今回もよろしくお願いします。こちらは水団子です。富山のコシヒカリと北海道の片栗粉を使って、もう水はやっぱ富山の美味しいお水を使ってるっていうので水団子。そういうことですか。はい、こちらをいただきます。ぷにゅぷにゅしてそう。いただきます。こんなに平べったいのにしっかりもちもちしてて、きなこ砂糖がジャリジャリしててうまいぞこれは。きなこ砂糖。うまい。同じのが上に乗ってるのがパフェなんですけど、コーンフレークが入ってるね。季節限定のものとかもあって、これ私は好きです。ぷにゅぷにゅしてる、やっぱりうまい。癖になる。じゃあ僕はパフェからいただきます。いただきます。わかる、うまくない。ぷにゅぷにゅ。うわ、今までにない食感の感じられる。ちょっと待って、シンプルに食べたとして、私もこっちから食べてほしいわ。俺の中でスイーツの中でトップに来るぐらい美味しい。りょうくんって団子にあんまり興味ないのに、わらび餅よりも歯切れもよくってふにふにしてる、美味しい。うまっ。アイスにもすげえ合う。きなこ砂糖、きなこ砂糖だよね。これがすげえうまい。ちょうどいい味。確かに甘すぎないね。パフェおすすめ。これだけだと物足りなさ感じるけど、これさ、そうなんや。私はこっちだけやったらもうワンカップぐらい食べちゃいそう。うまいわ。パクパク食べれるんだよね。団子自体には甘さはないんだけど、このパウダーがちょうどいい、きなこの砂糖がちょうどいい甘さと、甘すぎない。この食感のハーモニーがまたいいですね。一番最初に食べてびっくりしたのはやっぱこの食感。うまい。パフェいいよね。パフェいい。昼12時から4時までしか今日やってないんだよ。今日は祝日だからそうなんだけど、めっちゃいっぱいね。クリームが若干溶けてるところらへん、水団子がなんか表面がつるんっていう感じでコーティングされて、これもまたうまい。水団子って感じがする。つるんってしてる。確かにね、それはわかる。ごちそうさまでした。超美味しかった。おすすめ。いただきます。平日のみ味噌汁は無料ということで、1つあげる、2つ入ってた。イエーイ。やった。美味しい。海鮮の出汁と甘みが効いたお味噌汁。こんなエビが入っててうまいな、味噌汁。平日の12時頃来たら30分ぐらい待ったって感じ。そうだね。白エビの唐揚げいただきます。そのまま食べる。ふわってしてる。殻付きだけど。そうだね、うまっ。下も私たちしてたけど、ひときと寿司だよ、氷見の。こっちも有名みたいだよね。君が食べたいのを選んでくれればいいよ。そんなん先に選んでいいよ。俺が絶対食べたいのって、絶対食べたいのは甘エビ。
あ、そう、俺カンパチ。ややっぱお塩は美味しい。っぱ醤油ちょっとだけ甘いよね。ただの醤油じゃない。少し甘みすごいがある。食べ慣れた醤油の味かも。ティッシュのはもう少し甘いって感じ。すっごい大きいわけじゃないからパクパク食べれる感じのお寿司。それではご説明いたします。左から順に中トロ、ヒラメ、アジ、カワハギ、アオリイカ、ベニズワイガニ、カンパチ、甘エビ、白エビ、ホタルイカの軍艦でございます。なんと贅沢な。どうぞ冷たいうちにお召し上がりくださいませ。はい、いただきます。地物セッ地物セトです。ットだね。の10貫。あ、りょうかんはじゃあ甘エビとアジとベニズワイ食べていいよ。じゃあ私カンパカンチ。パチだね。カンパチとアオリイカ食べていいよ。アオリイカからいただきます。中トロも君が食べて、次は。味からいこうか。アオリイカの歯ごたえすごいね。コリコリしてる。甘い。二人とも白エビ食べたかったから注文しました。カンパチもなんかすげえ甘く感じたの。寒ブリも有名らしいけどまだ時期じゃないからネタが全部甘く感じるんだけど、味覚がおかしくなるのかな。水ワイガニは最近解禁されたようで、こちらでも多分そうだと思いますが、いただきます。身がさっきから甘い甘い言うけど、カニまで甘い。分厚い上に甘い。白エビのギを今から始めたいと思います。せーので食べよう。せーの。甘さが半端ないね。もう甘い。スイーツを口に入れたぐらいの甘さ。そうだね。あと白エビがすごいとろけるような柔らかさで、溶けていってるね。それより生の方がより美味しさは分かる。そしてやっぱせっかくね富山と言ったらのどぐろなので。のどぐろ食べたことないんですよ。ないね。のどぐろのギを行わせていただきます。人生初ののどぐろですか。焼いている初のどぐろいただきます。口の中でこう身がいい子さ、初めての食感だった。あ、これは高級ってわかる。なんて言うんだろう。こう口に入れて噛んだらなんかもう身がこうホロホロってなって溶けていったって感じ。中トロとか大トロ食べた時の白身魚版のような溶け方。そんな感じで甘い。そしてまた甘い。うまっ。これは高いはずよ。2貫で1300円です。やばい。お腹も心もいっぱいになりました。本当ごちそうさまでした。いただきます。いただきます。私は元祖の方をいただきますね。すごいでかいチャーシュー。でかっ。これ縮れ麺や。縮れ麺の中太麺ぐらいかな。お好みでニンニクとこのあられ、あとはブラックペッパーなんかもかけてみてくださいって言ってました。完全自家製麺、手もみ麺だね。ね、打つところが中にあるね。しっかり醤油の味がある。機械には出せない絶妙な縮れが特徴ですって書いてある。では、どうぞ。この縮れ麺にめっちゃスープが絡んで、この醤油の塩気がしっかり伝わる。チャーシューも食べます。お、すごい柔らかい。うわ、でっかい。とろとろほろほろ。ヤングラーメン、こちらがいわゆる
ブラックラーメンです。かなり濃い。想像以上に濃いかった。食感はツルツルしてて、醤油がすごく染み込んでる。絡んでるっていうより染み込んでるぐらいしっかりついてる。確かにそれは言えてるかも。普通の醤油とは全然違う。ちょっと網のもらうね。こっちが普通のスープらしいんだけど違います。そんな違うんだ。全く違う。そもそもブラックラーメンって言われ始めたのは2000年代のことみたいで、屋台の裏メニューとして若い子たちにこの黒いラーメンを食べてみるかっていうところから始まったみたいです。それでヤングラーメンでここで呼び続けてる、そう今や富山ブラックと呼ばれるようになった原点のラーメンです。ご飯食べたくなるラーメンだね。それは言えてる、醤油にご飯ってあんまりないけど、これだったらつけたくなるね。塩辛い。濃さは今までで一番。この麺すごく合ってるね。いや、これは濃さに驚くわ。ラップ1杯入れてみましょう。またパンチが効いてより美味しくなる。元祖はもうしっかり醤油だけど、確かにブラックよりかはあっさりめかな。全然違うもん。色が全然違うもんね。全然違う。本当に全然違う。見た目通り濃ゆかった。本当ね。醤油のガツンとラーメンっていう風な例えとが合ってるかもしれない。ごちそうさまでした。今までにない本当に濃い醤油ラーメンで、ご飯が欲しくなるほど濃いラーメンでした。これは癖になるラーメンだと思います。美味しかったです。ごちそうさまでした。いいただきます。こっち卵入りで、俺は普通のにしてご飯が食べたかったからダイソー200円でつけました。これ楽しみにしてたんだよね。楽しみにしてたよ。バイト中に同じ職場の人も美味しいよって言ってたから。うどんがねもっちりしてる感じもします。私うどんから食べるね。いただきます。もつ歯切れ良すぎる。味が超染みてます。もつはうわ、うどんにもめっちゃ染みてる。味がしっかりしてる。辛めだね。ほんと見て、これすごい卵が、辛みが。もつもめっちゃ柔らかくて、なんか溶けるような感じのもつ。ここはなんか普通にもうすぐ噛める。噛める。お肉みたいなもつって感じかな。もつの臭みもないし最高。すぐ飲み込める。うわすごい。そして麺がすごい重いなんか麺の下の方とかね、焼いてある感じのね。になっちゃってすごい味濃いね。濃い、美味しい。ご飯欲しくなるわこれは。卵入れることによってそっちはマイルドさが増す。これしっかり味がする。他もネギとエビ天も入ってるし、かまぼこも入ってて、具もしっかり入ってる。渦巻きだったのかまぼこも入ってます。これじいちゃんばあちゃんでもじいちゃんばあちゃん、確かに詰まらせたりしないね。もつもたっぷり入ってる。やもやこのね、卵もしっかり絡んで。猫舌の人は要注意です。いや要注意。で濃いからめっちゃご飯に合う。美味しい。はいこの焼き目がついてるうどんがまた美味しい。ごちそうさまでした。大満足でした。本当に美味しかったです。富山名産マスの寿司おぎちです。今回は1段を買いました。1段で2100円です。
マスの寿司っていっぱいあるイメージがありますけど、なんでこちらを選んだんですか？ですね、30種類ぐらいの、もっといっぱいあると思うんですけど、店舗を見てた中で、なんかここがレア度が高い、ミディアムレアとかのレア度が高いっていうところをゴムでこうやって押さえてあるんだっていうところで、ただの押し寿司よりかは、珍しいじゃないけど、自分たちの好み的な、ちょっと違うものを食べたいなと思って、こちらにしました。なんかこんなのが、押し寿司だからだろうね。これで押してるんだ。開けますよ。はい、どうぞ。オープンザ、マス寿司。おー、やっぱりこの下ですねこのパターンじらすよね。開いて、開いて、もう綺麗にしてあるね。1枚ずつ。笹の葉でいいのかな。見てください、これ。しめしっぽい匂いもするし。色鮮やかで綺麗に。割と分厚めですね。やっぱレア度を考えて買ったんですけど、そんな気がします。ケーキ入刀ならぬマス寿司入刀。面白くない。いけ。おー、すごい。こういう押し寿司をフォークで切るという経験が初すぎて、これナイフですけどね。あ、はい、ナイフですごいね、みっちりだね。はい、いただきましょいただきます。マスが分厚い。う。分いた厚い。だきます。いや絶対分厚いじゃん。すごいマスのそのしっかりとした食感も味わえて、レア度高いと思う。確かになんというか難しいけど、魚のレア度を表現するのは。押し寿司よりかはちょっと分厚い系がいいなと思ってこれにしたっていうところと、他のと比べるとちょっと甘みが強めのこのぐらいの分厚さです。ちょっと白飛びしちゃってるけど、もうこれでいただきます。僕の感想をお聞かせください。うわ、すげえ。サーモン。サーモンじゃない、マス。サーモンってマスだよ。ダメよ。サーモンは英語だから。このご飯の厚さに対してのこの分厚さ、もうマス食ってますって感じ。さっきまでサーモンって言ってたもん。食べてるって感じがしていいね。ネットで見たところ、このまま食べても美味しいと、醤油かけても美味しいと、表面をちょっと炙って食べても美味しいとか書いてあった。塩気もちゃんとある。酸っぱいとかじゃないよね。本当に食べようと思ったらキリがなく検索できるから、しかも一個一個ねやっぱ2000いくらぐらいはしちゃうので、自分たちはその中でこれが良さそうだなっていうのを俺が選んで、全国的にも食べれる押し寿司とは違うものを食いたいと思ってこれにしたんだけど、お店情報をこのまま伝えておきますと、まず駐車場は一つしかありませんでした。そして路面電車が走っているところのすぐ横に道沿いにありますので、止めにくいっていうのはあると思います。で、ここは絶対に予約必須。口コミによると10日前ぐらいから予約しましたっていうのがいっぱいあったんですけど、自分たちは2日前に予約して、なんとかこちらを買うことができました。初めて食べた、こんなの。なんかご飯のところはしっかり押してある感じがして、ちょっともっちりとしたような食感なんだけど、もう上のマスがふっくらもしてるっていう感じも残しつつっていうところです。贅沢感はすごい味わえるね。この1店舗でも全然後悔はない。そうね、食べ比べするのもありだけどね。結構ネットでうまくまとめてくださってる人いたからそのグラフみたいなやつ、ああ、へえ。その中で選んだね。なるほどね、それだけ特徴があるということで、自分の好みのマス寿司を探してみてください。はい。これにて富山グルメ5選終了いたします。はい、マスの寿司今食べ終わったばかりなんですけれども、マスの脂もありまして、もう大満足感のあるマスの寿司でした。2人で1段やったらもう十分すぎる。十分。今回はグルメの中でデザートは一つだけだったと思うんですけども、水団子ですね。はい、東吉さん美味しくて、もう一回バイトを終えた後に行ったぐらい好きなお店でした。そう、食感というか、あれがとてもハマりまして美味しかったです。それ以外に富山グルメで感じたところが、たまたまかもしれないんですけど、割とこの2ヶ月間食べてきたのも含めて、このグルメの中でも含めて、富山県のは割と味が濃いめなのかなっていう風に感じたところです。たまたまかもしれないですけどそうだね、美味しくするための味付けだったのかもしれないし、これから北陸の旅が続いていきますが、海鮮のベストシーズンの時期に来れているということで、今後も海鮮食べまくりたいと思います。
ぱり富山県は白エビ、そしてのどぐろ、その他やっぱ海鮮も高級食材ではありますけれども、食べれて本当に良かったと思ってます。後悔なく富山のグルメも楽しめたと思います。はい、今回の動画を見てお腹がいっぱいになった方はチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。今回も最後までご視聴いただきありがとうございました。寺田夫婦でした。さよなら。さよなら。レモンもかけます。レモンが泡で。じゃあちょっと高いけど地物のセットにしようか。地物セット食べようよ。こういう時しか食べれないんだから。そうでしょ。せっかくだから地元のものを食べないと。